皆さんこんにちは。今日は中国 AI の台頭とその背景にある中国の経済力や外交力、そして日本はこの状況でどう立ち回るのかという話をしていきます。それではやっていきましょう。最初に Airbnb の話からです。2026年4月、アメリカ議会の2つの委員会が中国製 AI について調査を始めました。その対象の一つになったのが Airbnb で、アリババが開発したクエンをカスタマーサービスに使っていることについて説明を求められています。Airbnb 側がクエンを選んだ理由として挙げているのは速さと価格です。ここで気になるのがデータですよね。中国企業が作った AI を使っているなら Airbnb の顧客データもアリババに送られているのか。ところがブライアン・チェスキ CEO は Airbnb はアリババの顧客ではなく中国企業にもデータを渡していないと説明しています。なぜそんな使い方ができるのか。ここで関係してくるのがオープンウェイトです。オープンウェイトは AI が学習した結果にあたる重みを入手して自分たちが管理する環境で動かせるモデルです。提供会社のサービスにアクセスして使うだけではなく自社のサーバーやクラウドでも動かせるので扱うデータや用途を自分たちで管理しやすくなります。なので中国で作られた AI を使うことと中国企業のサーバーへ自社データを送ることは同じではありません。こういう使い方は Airbnb だけでもありません。オープンルーターという OpenAI や Anthropic、中国系のモデルなどいろいろな会社の AI を一つの窓口から使い分けられるサービスがあります。そのオープンルーターでは2026年7月、中国製 AI がアメリカ企業のトークン利用のおよそ 60% を占めたと報じられています。トークンは AI が処理する文章量を数える単位です。オープンルーター内の数字ではありますが、中国モデルが実際の業務でかなり使われていることはわかります。中国では今、アリババのクエン、DeepSeek、ムーンショット AI のキミ、ZAI の GLM など、複数のモデルが競争しています。ここで私が注目しているのは AI に同じ問題を解かせて点数で性能を比べる、いわゆるベンチマークで何位かということだけではありません。企業が AI を使うなら毎回一番性能が高いモデルが必要なわけでもないですよね。十分な性能があって安く動いて自分たちで制御しやすい方が向いている仕事もあります。例えば DeepSeek V4 フラッシュの公式料金は100万トークンあたり入力 0.14 ドル、出力 0.28 ドルです。しかもオープンウェイトなら扱うデータを限定したり、用途を絞ったり、自社独自のガードレールを設定したりできます。この自由度が実際に役立った事例もあります。2026年7月、OpenAI が AI のサイバー能力を測る社内テストをしていたところ、その AI エージェントがテスト環境の外に出て、ハッギングフェイスの本番環境まで侵入する事故が起きました。最初にクロードオーパスとフェイブルで攻撃ログを解析しようとしましたが、実際の攻撃コマンドや脆弱性の情報を扱うため、安全対策に引っかかって解析を拒否される場面がありました。そこでハッギングフェイスが使ったのが、中国 ZAI のオープンウェイトモデル GLM512 です。自社環境で動かして攻撃ログの解析に使いました。攻撃を調べるためでも危険な情報そのものを扱う必要があります。こういう場面では自分たちで制御できるオープンウェイトの方が使いやすいことがあります。私は中国 AI の強さは性能だけではなく安さや自由度にもあると思っています。では AI 競争全体でも中国がアメリカに追いついたのかというとまだそう単純ではありません。モデル以外まで広げるとアメリカ側にはまだ大きな強みがあります。特に AI を動かす半導体や計算資源、そこに投入できる資本です。NVIDIA は今も AI 向け GPU で中心的な位置にいて、2026年4月までの3ヶ月だけでもデータセンター部門の売上は752億ドルでした。さらに Alphabet、Amazon、Meta、Microsoft、Oracle の5社は2026年にデータセンターへ合計7500億ドル規模を投じると見込まれています。モデル単体では中国勢がかなり競争力を高めていますが、半導体技術や計算資源、資本まで含めた AI 競争では、現状まだアメリカ側が優位と言える部分が多いと思います。ただ、中国もその土台を自国で作ろうとしています。アメリカが中国向けの先端 AI 半導体を規制できるのは、先端 GPU や関連技術の重要な部分をアメリカ側が握っているからです。ただ、その規制が中国に国産化を急がせる理由にもなっています。中国では、ファーウェイの AI チップをアリババやバイトダンスが採用する動きがあり、DeepSeek もファーウェイ製チップへの対応を進めています。アメリカとの差はまだありますが、中国側もモデルからチップ、計算基盤まで国内でつなごうとしています。米中の AI 競争はそういう状態だと思います。そして中国の存在感が大きくなっているのは AI だけではありません。EV や製造業、貿易、インフラまで関係が広がれば、外交でも中国を無視しにくくなります。その例としてタイがあります。日本からすると、タイは日本企業が長く進出していて、日本車が強い国という印象がありますよね。ただ、
そのタイは今、中国との関係もかなり深めています。2026年7月のタイと中国の共同声明では、タイは一つの中国政策を改めて確認して、中国の平和的統一を支持し、台湾独立を支持しないことや、一国二制度への支持も明記しています。同じ共同声明には、AI、先端電子、自動車、クリーンエネルギー、投資、高速鉄道など、幅広い経済協力も盛り込まれています。タイの自動車市場も変わってきています。2025年は日本メーカーが 69.3% でまだ圧倒的ですが、前年の 76.7% から低下しました。一方、中国メーカーは 11.6% から 18.2% まで伸びています。さらに常用ベブだけに絞ると、新規登録の 90.5% を中国メーカーが占めています。日本車が長く強かったタイでも EV では中国勢がかなり入ってきています。私はこうやって AI、EV、製造業、貿易、インフラまで中国との関係が広がっていれば、各国にとって中国との関係を一定程度維持する必要性も高くなっていくと思っています。じゃあ日本はどうするのか。私は中国製だからという理由だけで AI を全部排除する必要はないと思っています。安くて性能が高いなら自社環境で動かす。扱うデータを制限する。用途を限定する。独自のガードレールを設定する。その上で利益に変えていけばいい。ただし、中国 AI にもアメリカ AI にも依存しすぎない。国産 AI も必要です。2026年7月に本格始動したノエトラには、ソニー、ソフトバンク、NEC、ホンダを中核に44社団体が出資していて、ロボットやフィジカル AI 向けの国産マルチモーダル基盤モデルを開発しています。日本が強い製造業やロボットと AI を組み合わせられるのであれば、私はこういう取り組みには期待しています。日本は半導体材料や製造装置など、世界市場で高い競争力を持っている分野もあります。AI モデルだけで米中と同じ勝負をする必要はないと思います。日本が強い技術や産業は残しながら、使える技術は外から取り入れる。中国ともアメリカとも付き合う。使える技術は使う。でも、自分たちが握れる技術や産業は残す。一方に依存しすぎない。私は今の日本にはそういう立ち回りが必要なんじゃないかなと思っています。皆さんは日本企業は中国のオープンウェイト AI をもっと使っていくべきだと思いますか？それとも安全保障を考えて距離を置くべきだと思いますか？よければコメントで教えてください。動画が参考になったらいいねとチャンネル登録もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。